では、治療終わってから3年経ってるということなんですけども、経過はどうですか？そうですね。おかげさまですごく順調で、今うんうん。は女性ホルモンを止める作用がある、ホルモン療法のお薬を服用しているので、うんうん更年期障害のような副作用はあります。足のむくみだったり、ホットフラッうんシュだったり。でも、体が慣れてきているので、副作用は軽めですね。あと、手術の時に、両脇のセンチネルリンパ節というリンパ節を取ったので、ずっうんうん。と腕が重くてだるいことがよくあって、で、2年くらい前までは、脇の詰まった袖のシャツを着ると違和感があったりとかしていたんですけど、最近は違和感もなくなって、で、ピックルボールを1年半前に始めて、最初の頃はちょっとピックルボールした後、腕がだるくて、ちょっと気をつけないといけないなという感じだったんですけど、今は2時間やっても腕もだるくならなくなってきて、すごうん。くリあ、カバリすごい。ーしたのを、はい、実感しています。一番最初に前に送っていただいた写真、こああ、れ、そうですよね、ね。かわいいって。で、私の場合は両胸を全摘したので、うんこれはカリフォルニア州なのかわからないですけど、えっと、全摘者用のブラのサポートがあるんです。で、ちょっと写っている、えーえーシリコンの胸、なんていうはいはいはい。パッティングみたいな。そうあれも2年に1回2つ支給されるとかって、で、ブラも毎年3着支給されるっていうので、で、まあ私はこういうちょっと割とシンプルなのを選んでますけど、結構なんか、まあ派手なのとか、可愛いのとか、まあスポーツブラだったり、スポーツタンクトップのようなものだったり、いろいろ選べれるようになっていへて、え。それで支給されるので、本当にありがたいなと思っています。おしゃれですよね、結構これ。割とね、なんかレースでね、で、まあ、胸の谷間もすごく見える V カットが激しいブラとかもあるんですけど、やっぱり全然谷間がないので、私はまあなるべくちょっとこう、胸の上の方まで布があるものが好きなので、こういうのを選んでますけど、もっとおしゃれなものもありますし、うん、そういうふうに選べるんですね。で、選べてね、無うん。料で支給してもらえるので、本当にありがたいなと思っています。だかあ、ら、胸を全摘されて再建するかしないかって悩まれている方も、まあ、再建しなくてもこういうものを使えば、服を着ていれば全然わからない。水着でもわからないと思います。だから、そこはあんまり心配せずに、うんうんうん。見た目的にはそこまで心配しなくてもいいかもしれないですね。ただ、一つだけつけてみて気づいたのが、こういううん人工の胸、パッドをつけて運動した場合、そのうん。自分の、皮膚とこのシリコンのパッドの間に汗が溜まって、結あ、構胸っていうか体が冷えるんですよ。それはすごい誤算っていうか、うん。スポーツした後、だから胸のあたりだけすっごい冷えるんです。へえ、暑量がすくなるごい溜まっのかなとて、思ったら、汗がすごい溜まって、そこで、ね、冷えちゃうっていうか、だからまあちょっとこう、そういうのは誤算でしたけど、まあ全然耐えられることなので、まあ大したことではないですけど、まあそういうのがありました。それが気づきです。うん。でもうん。こういう、プロダクトというか製品はいろいろ多そうですよね。違そうですう。ね。はい。うん。で、日本とかだったらもっと可愛いものがいっぱいあるとへえ。思います。アメリカはね、なんか結構おばさんっぽいのが多いかもしれないけど。いやいや、十分、なんか、いい見た目のものだなと思って。うん。ね、可愛いですよね、割とね。うんうん、うん。ね。そうで、癌になって気がついたこととか、あと癌を経験したから、こそ分かったことということは何ですか？そうですね。がんになったっていうのはやっぱりすごい悲しいことなんですよね。だけど、がんになったからこそ自分のことをもっと大切にしようと思ったり、うんうん。思えるようになったり、あと、まあ、こういう闘病を経験して、家族とか友人の、本当に深い愛に気づいたりして、本当、ありがたいなと思うのと、あと、がんになったからこそ出会えた人たちもいて、うん
ね、舞子さんともこうやって出会えましたし、他のがんのサポートグループの人たちとも出会えたり、だから、いい出会いもたくさんあって、で、前よりも感謝の気持ちを持って日々過ごせているなというふうに思っています。で、がんになる前の自分よりも、がんを経験した後の自分の方が、個人的には今の自分の方が好きだなって思えています。今、ミッキーさんが他の人に知ってほしいことは何ですか？そうですね。私が乳がんかもって気づいたきっかけは、その、一度受けたバイオプシーの傷跡に違和感を感じたことで、で、すぐに婦人科のドクターが特別な検査をしてくださったおかげで、幸いにも早期発見することができて、本当に感謝しています。でも、もっと早くに気づいていれば、リンパ節うん。への転移もなく、その場合、抗がん剤治療もしなくて済んだんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。なので、胸にしこりがあったり、私の場合は米粒程度の小さいものだったんですけど、あと違和感を感じた場合、私の場合うん。はもう痛いではなく、もうピクピクするぐらいの本当なんか些うん。細な違うん。和感うん。ですけど、でもそういうのがある場合は、もう躊躇せずに検査に行ってもらいたいなと思います。で、検査に行って何もなければそれでいいわけなので、もうとにかく乳がんに関しては、どのがんでもですけど、早期うん。発見っていうのがやっぱりすごく大切で、早期発見をするかしないかで、その今後の治療方針もガラうん。ッと変わるし、生存率も変わってくるので、なんかやっぱりちょっと不安だなと思った時は、もうドクターに会いに行くっていうのをやってもうん。らいたいなと思います。で、うん。あとはですね、乳がんに関して言いますと、日本人はデンスブレストって言って、高濃度乳腺っていうデンスブレストの人が多いということで、私もそうだったんですね。で、その場合は、マンモグラフィーをした場合、マンモグラフィーに映る胸がこう白く映るんですよ。高濃度でデンスなので、ああ、ああ、はい目がはいはい。マンモグラフィーで映った時に白く映って、で、がんもあった場合、多分白っぽく映るんだと思うんですよ。だから、うん。高濃度のデンスブレストの人は、がんがあっても見つけにくいっていう欠点があるんですよね。マンモグラフィーをしても見つけにくいという。なので、その場合は、ウルトラサウンド、エコーとかですよね。超音波ですよね。音波ですね。とかの、そうそう、併用ができないかっていうのをドクターに相談してみるのもいいのかなというふうに思いました。それは私は自分が乳がんになる前はそういうことも知らなかったんですけど、乳がんになうん。った後にいろいろ調べていく上で、ああ、そうなんだって分かったので、ウルトラサウンド、エコー、超音波の併用ができるかどうかは分からないですけど、相談はただなので、相談すること確かに。方がいいと思う。で、特にアメリカの場合は何でも言ったもん勝ちじゃないですけど、言わないとやってくれないっていうことも多いじゃないですか。なので、言ってみるのはいいかなと思います。で、あとはですね、なんか乳がんの場合は、どういう、ね、全摘にするか、部分摘出にするか、乳房の再建するかしないかとか、いろんな選択をしないといけないんですけど、皆さん、ね、これを見てくださってる方は、多分何かしら不安があって見てくださってる方もいると思うので、うん。もちろんしっかり下調べをなさってお決めになると思うんですけども、もうご自分で決めた後は、もう自分の選択が一番正しかったんだって自信を持ってあうん。してもらいたいなと思います。自分が選択することが一番正しい。ね、うん。人の意見には左右されず、そこはね、もう自分の体なのでっていうふうに思いますね。うん。そう。で、あと、サポートグループとかもそうで参加すね。うんしうん。そうでね。すね。私が、サポートグループに参加したのは、メディカルカフェ南カリフォルニアというオレンジカウンティを拠点にするサポートですグループがあります。ね。そうです、そうです。今、お手伝いされてるんですよね、ここでそうでね。すね。ボランティアでやってくださっている団体で、私もボランティアでお手伝いをしているんですけれども、もともとはですね、一般社団法人がん哲学外来という団体が日本にありまして、これはうんうん。
順天堂大学の名誉教授、あ、日野清先生という方があはい。設立された団体で、えっと、がん患者さんとうん。医療の、隙間を埋める心の拠り所として設立されたんですね。で、一緒にお茶を飲みながら、あうん。の、いろんな悩みを聞いて、で、おしゃべりする中で、そういう心の中のこうトゲみたいなものだったり、不安だったりを解消していくっていうようなプログラムなんですね。で、それが日本全国に広まって、各地にメディカルカフェというものがあるみたいなんですけれども、で、それのアメリカ版を、オレンジカウンティに在住のがん経験者の方と統合医療経験者の方お二人が2021年に立ち上げられた会なんですね。で、偶数月にオンラインお茶会というのを開催してくださっていて、で、私もがんが発覚して1週間後にたまたまこの、あ、グループの広告をベイスポというね、ローカルのはい、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 は新聞にい。て、で、それでちょっとコンタクトを取って参加させてもらったんです。で、だから私、その時は、がん発覚して1週間でもう本当何も決まってない、何もわからない状態、もう不安しかないっていうような状態でうん。参加させてもらって、で、もう本当泣きながら参加したんですよ。恥ずかしい。ああ、でも、そうだったんですね。そうなんです。その時に、もう私なんかよりも全然転移とかもして、うん、もううん。ステージも上の本当に大変な先輩方が、もういろんなアドバイスをしてくださって、うん、うん、うん。で、本当ありがたかったんですよね。で、その時の言葉の一つに、うん。周りの人に頼っていいんだよって、がんになるっていう人は、もう周りの人に頼るのが甘え下手な人が多いんだけど、頼っていいんだからねって言ってくださって、で、あ、そっかと思って、で、その言葉を胸に本当にお友達とかにも、ほとんどの人には言ってなかったですけど、すごい毎週会ってる仲のいい2人の友達にお話をして、うん。サポートをお願いしたりとか、で、だったんですね。で、ちょっと話が飛んじゃいますけど、その時にその友達が言ってくれた言葉が、そのメディカルカフェに参加してくださってる皆さんとも同じようなことを言ってくださったんですけど、その友達もやっぱりご家族にがん闘病なさった方がいらっしゃって、で、そのご家族は18年後にがん闘病を終えて、亡うん。くなられたんですけども、で、その私の友人が、私、私はミッチーのことを手伝いたいと。だけれどうん。も、私はがん患者を支える家族として18年やってきて、で、周りの人が手伝う、手伝うって言ってやってきてくれても、自分がしんどかったりするとき、自分とかその患者本人がしんどいときに急に来られても、それはそれでしんどかったと。だから、私はミッチーのこと手伝いたいけど、でも負担にもなりたくない。だから、ピンポイントで、こうしてほしいとか、いついつこうしてほしいっていうのをピンポイントで言ってほしいって言ってくれたんですよね。でもうそれがすごいありがたくて、でもその時はまだ手術前で自分がどうなるかもわからなかった。どういうことが必要かもわからないし、どうなるかもわからなかったので、じゃあとかって言って、もう本当申し訳ないんだけど、どうなるかわからないから、毎週日曜日にうん。うん。遊びに来てくださいと、我が家に。で、一緒にちょっと散歩とかしてほしいって頼んだんですね。で、そのうん。時に、いろんな不備とかがあったら、その時にじゃあこれ買ってきてとかいろいろね、これ手伝ってとかって言えると思うから、申し訳ないけど毎週来てほしいって言って、本当に毎週来てくれて、もう本当ありがたかったんですよね。ごめんなさい、涙が出る。うん、ね、ほんとに。だから、うん、もしがんになっている方がいらっしゃったら、ピンポイントで、こうしてほしいっていうのをね、周りの人にね、遠慮なく頼んでもらいたいなと思います。皆さんは、ね、このがんになられた方のことをね、サポートしたいって思ってくださってる、ね、と思うので、もしこれを見てる方で同じような状況の方がいらっしゃったら、周りの方に頼ってもらいたいなと思います。で、すいません、ちょっと話がそれたんですけど、で、メディカルカフェなんですが、そう、メディカルカフェも本当に、皆さん本当よくしてくださって、で、特に会を
運営してくださっている方が本当に素晴らしい人格者で、がんを経験なさっている方に関しては、定期的にご連絡をくださって、で、うん、今、抗がん剤治療でしんどいと思うけど、私もそうだったよって、でも今の私はちょっとね、道よりも先を歩いていて、今こんなことができるよっていうのを、なんかこう、言葉にして、いつもサポートしてくださったんですよね。で、うん、うん、ごめんなさいね。なんかちょっと涙が。いいうん、そうそう。で、なんかその背中を追いかけるようにして、私もね、辛い抗がん剤治療をやりきることができましたし、で、あとは一緒に会に参加してくださってる皆さんがやっぱりみんな前向きですごく温かい方で、2ヶ月に1回の会なんですけど、みんなにいい報告がしたいなと思って、その治療中辛かった時もうん、一生うん、懸命運動したり、なんか筋うん、肉増やそうと思ってみんなにちょっと筋肉増えたんですよって報告したりとか、そういう報告ができるっていう場があったのが、私は本当にありがたくて。で、うん、これがね、メディカルカフェがあったから、なんか辛い治療も乗り越えられたかなっていう、前向きにスムーズに乗り越えられたと思ってるんですね。だから、メディカルカフェにご興味を持ってくださる方がいらっしゃれば、ぜひ参加していただきたいなと思います。2ヶ月に1回、偶数月にやっていて、うん、で、がんの種類も問わず、ステージも問わず、アメリカやカナダはもちろん、日本からもご参加いただけますし、1回だけ参加してみるっていうのもいいですし、なんか、まあ、2回、3回と回を重ねて参加されるのもいいですし、まあ、ちょっと興味があれば覗いてもらいたいなというふうに思います。すいません、ちょっとね、エモーショナルになってしまって。本当に、家族、自分の家族以外で、ね、そういう受けられるサポート、お友達とか、こういうね、素晴らしいグループのサポートはすごくね、大切ですよね。ありがたいというか。ね、うん、そうですね。同じ経験をしているっていうのもあって、ステージとかね、眼種は違うけど、でもそれが逆に、乳がん以外のがんのことも知れるし、私は前回、舞子さんとこのメディカルカフェで知り合って、あ、舌がんってこうなんだ、こういう症状が出るんだと思って、で、その後に、私もなんか舌がん予防しようと思って、ドクターに口の中見てもらったりとかしたし、やっぱりいろんな方がいろんな発信をしてくださって、気づけることが多いですから、うん、ね。ね、こういう、舞子さんが今回この、あの、YouTube をね、始めるのも、この旅を来て、メディカルカフェがきっそうかけでごですよね。ざいます。そうで、プラス、本当にいい情報を早く知って、うん、いい運気を取り入れるというか、運の良い人になるっていうね、そのコンセプトすごそうですよくいいなとね。思って、うんうん。なので、うん。ね、ミッチーさんの、その、ね、思いや、これから叶えたいこととか、うん、教えていただけますか？はい、なんか叶えたいことっていうか、夢はですね、私、ハイキングおばあちゃんになることで、なんかもうすごい重いバックパックを背負って、山とかを年になっても登れたらいいなとすごい思っていて、まあ、そのためには筋肉もつけないといけないですし、持久力もつけないといけないから、うん、結構トレーニングも頑張ろうっていうモチベーションにもなるので、それが私の今の夢ですね。で、もう一つは、まあ、メディカルカフェのお手伝いをこれからも続けていって、で、サポートして、必要としている方にこの活動を知ってもらって、で、ね、こういうふうにいろんな私と舞子さんの出会いだったり、ね、いい出会いとかがたくさんあると思うので、いろんな人にそういういい出会いとか、運の良い選択をしてもらいたいなと思って、それが今の夢や目標です。うん。じゃあもう、夢は1000%叶いましたね。ああ、そうですかね。叶えますね。うん、もう確ぼちぼちね、実です。この夢を持続していきたいですね。うん、ありがとうございます。本当に、もう今日はありがとうございました。あ
皆さんも最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。今日のミッチーさんのお話がきっかけで、運よく助かる道を選択する人が一人でも増えますように、本当に、一人でも多くの人に見てもらえるようになりたいので、シェアと登録、いいねをよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ミッチーさん、ありがとう。